はい、大志田の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。もうあっという間に年末ですね。今回は12月後半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。また12月20日にライブ配信をする予定です。これはカペラノートの使い方や来年の運勢をね、大まかに皆さんにお伝えしようかなと思っていますので、ぜひよかったらリアルタイムでご参加ください。で、今カペラノート版は完全にもう完売になってしまったんですけれども、 PDF 版がまだありますので、そちらをダウンロードいただければ、その内容も見ながらまた20日一緒に説明していけたらと思います。よろしくお願いします。行きましょうか。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ4の逆、お月さん、ペンタクスクイーン逆、ソードエース、カップ7、カップエース、ワンドのクイーン、気をつけることは対策がソードのキングとカップキングと、オラクルはソードの8の逆です。いいですね。いい感じです。ちょっと解説していきますが、その前に星の話を少しさせてください。12月は15日が満月になります。で、この満月双子座で起きるんですけども、非常に拡大していくエネルギーという感じがあって、ちょっと大胆になりすぎるとか、激しくこう拡張するみたいな感じもあるので、特に大下の皆さんにとってはお金のことをなんていうか、現実よりも大きく捉えてしまって大きく心配したりとか、もっと何とかしなくっちゃみたいなことを思うかもしれません。現実はなんかこれだけでいいものがもっとこんなに必要だみたいに思うこともあるかもしれないので、そこだけ注意していただければなと思います。ただプラスに生かそうと思えば、ご自身の価値っていうものはいくらでも膨らましてもらっていいので、なんか自分はこんなにできるようになったとか、前はダメだったけど今はこんなことができる、こんなにすごいみたいな感じで自分で自分を褒めるとか、そういうのはとてもいいんじゃないかなと思います。そして12月16日から水星逆行していたのがやっと順行に戻るんですね。で、これはとてもいい動きです。なんか流れがあるって感じかな。こう水面下で流れてる流れが非常に順調っていう感じがします。表面的にはそんなに変わっていなくても、なんだかこう大志田さんのいる今のこの立ち位置とか、生活してるとかお仕事してるとか、今のこの自分が存在する立ち位置のそこにちゃんと流れがあるよみたいな感じがするので、とてもこれはいい方向に流れていくなっていう感じがします。これはもう漠然とした感覚ですけども。そして12月21日からまた太陽はね、ヤギ座に入るということで、ここから具体的に何か具体的なお仕事だったりとか、自分の専門性っていうものに対してのなんか一歩っていうものが出てくるんだなって感じがします。なので12月21日までも全然ダメなわけではなく、むしろその水面下で流れてるって、こう導かれてるとか流れてるとか、こう密かにこういいエネルギーが届いてるよっていう感じがひしひしとしますね。で、特に21日までっていうのは人とのつながりとか愛情とか見えない恩恵みたいなものが届いているので、その恩恵や見えない愛情や守られているエネルギーっていうものがあるからこそ、なんとなくいい方向に流れているみたいな感じなのでね、自分にもちゃんと届いてるなって感じてみてくださいね。はい、そしてカードなんですが、やはり少し今不安材料があるのかなって感じがします。この不安材料っていうのは本当に今困ってるということではなく、今はいいんだけど、もしこうなったらああだしなみたいな、こう不確かなこと、不確定なことに対して自分が今何か今のうちに手を打っておかなければいけないんじゃないかっていうような不安感だなと思います。でもそれに対して手の打ちようがない感じがするんですね。これってその何かをこうしたからはいこれでクリアですっていう風にならない感じがします。あくまでも自分の心の中で生み出していく不安でしかない感じです。要するにきっとうまくいくとか、これで大丈夫だって思うのとか、もしこうなったらどうしようって思うのかって、現時点は一緒なのに見てる未来は全然違って、それによって心の不安定さっていうのも全然違うっていう感じで、少しこのどうなっていくのかなっていう、その不確かなことを確かなものに変えていきたいという欲求があるのかなという気がするんです。だけど手の打ちようがないだけに、
どうしましょうって感じだと思うんですけど、こういう時こそね、自分が何かをやったからうまくいくっていうのではなく、自分のエネルギーとか自分がやってる行動以上のもっと大きな自分が生かされている力とか、今ここにいる意味みたいな、今ここにいる意味なんか皆さんご自分ではわからないと思うんですけど、なぜかここに生かされているというこの大きなこのエネルギーの中に自分がいるんだっていうことを思い出していただくと、実は心配することは何もないよっていうメッセージだと思ったんですね。そして今もしもですけど抱えていらっしゃる不安っていうのは本当に自分のマインドで作り出しているものであって、現実を見たらご自身はしっかりやってきたじゃないですかみたいな感じです。ここまで努力したことたくさんありますよねみたいな、それが自分自身を守ってるし作ってますよっていうふうに言われていて、でさらにここからソードのエースということで、何かよしやってみるかみたいな、なんか本当によしみたいな感じがあります。でこれは今までもあったんですけれども、今まではもっとこうしなきゃいけないんだとか、それをするにはこうでなければいけないんだみたいな、ものすごい条件付けで自分を縛っていたものが、ようやくこの12月後半は解き放たれますねっていうふうに言われてるんですね。これは多分ご自身で解き放つんだと思います。誰かに無理やりそうさせられるとかではなく、自分でそのタイミングが来たから、あ、もうこれでいいや、これが私だとか、もう今できることがベストなんだみたいな形でね、なんだかこう余計な負荷を自分にかけずに、自分らしさとか自分の持ってるものを自分で認めていくみたいな、自分で自分を縛っていたものも、その理想の自分像だったり、もっとこうでなければ愛されないんだとか、もっとこうでなければうまくいかないんだって思っていた想念を手放すんだっていう感じで出てるんですね。それによって今できることをやっていこうみたいな、すごくこれはすがすがしい感じがします。ソードのエースって切り込んでいくよ、進んでいくよみたいな、自分で自分の人生を作っていくよみたいな、そんな感じです。そう思えば思うほど、その覚悟をすればするほど世界っていうものは開かれていくんですね。そしてここですごくそう決めた途端に感情が溢れ出すというか、そうだそれやってみたかったとか、いやこれもいいな、であっちもいいな、でこれもできるんじゃないみたいな、何かこうポジティブなエネルギーがありますね、非常に。うん。まあ何でもそうだと思うんですけどね、こう何かの物事問題があるとして、うわどうしようって、ここからどうやって逃れればいいのって思うのか、こんな何かが問題があったとしても、これをどうやったら解決できるかの解決策を探そう、絶対見つかるはずだみたいに思うのって、全然捉え方が違うのと違うように、なんだかこう自分がこうでないとダメだって思いを外すことによって、それを現実を作っていく力に気がつく。それもともと自分にあったんだということに気がつく。でその後カップの7ということで、もうすごい夢いっぱいというかね、あれもいいかもしれないし、これもいいか、これもありかもみたいな感じで、可能性がどんどん溢れてくる。もうどんどん溢れさせておいてください。でその中から一つを選び、それがうまくいく、それが嬉しい、見つけられて嬉しい、ああこれだみたいな感じで、すごく喜び、心がねなんか喜びでいっぱいになるっていう感じです。これはいいですね。最初は入り口がカップの4で、なんだかちょっとため息をついてるというか、本当はもっとこうしたいのにできないなはあみたいな、そんな感じがあるんですけど、でそれに対してその自分の思考癖というものに気づき手放していくことによって、こんなに喜びが溢れてくるんだみたいな、なんか現実って実はそんなに変わってないんですよ、現状は。だけどなんだか心の持ち方とか何かを信じるかによってすごく溢れてくるものがあります。でその感覚のまま進んでいくと、じゃあ上がっていくみたいな、ワンドのね、クイーンということで現実世界を作っていくよって、まるで太陽がお日様の方を向いて花咲いていくように、自分自身も自分にとってポジティブな方にエネルギーを注いでいこう、自分を開花していこうみたいな形で、すごく前向きでポジティブで仕事頑張っていくぞみたいな感じです。これ仕事だけじゃないんですけどね、人間関係においても自分の役割を、これがきっと今の自分の役割なんだから、それをやっていこうということで、手この手を使ってね、いろんな形でやっていきますっていうふうに言われています。でその中で一つ言われているのが、やっぱ対策のところでキングが2枚も出てきているので、この12月の後半っていうのは比較的こう身内とか、もちろん年末はね身内会う方多いと思うんですけど、身内とか親とか、そういうちょっと年配の方とか、もしくは同年代もしくはその上ぐらいの人との関わりっていうの
がすごく強いんだと思います。でその関わりがもしかしたら今までご自身が見ていたその人像っていうものが変わるかもしれませんね。ソードからカップに変わる、カップからキングに変わるっていう可能性もあり、すごく真面目で厳しくて冷たい人だと思っていた、怖い人だと思ってたけど、こんなに優しいところあったのっていうふうに思うかもしれないし、この人は非常にナイーブなんだとか、すごく感情豊かな人だと思ってたけど、あ、こんなにしっかりしてるとこあったんだっていうふうに思ったりとかっていう形ですごく違う一面がね見えるみたいなんですね。こういうのもよくあると思うんですよね。こう身内に対してこういう人だと思い込んでいたけど、あ、こういう側面もあったのかみたいな。でなぜその側面が見えるかっていうと、やっぱりお医者の皆さんが自分自身の何かを解放してるんですね。こうでなければならないという自分の意識を解放してるからこそ、相手のそうでなければならないというふうに見えていたものと違うものが見えてくるっていうのもあると思います。とてもだから現実世界はそんなに変わってないと思うんですけど、内側の精神的な心の持ち方っていうものが非常に豊かになってるなって感じです。解放されてる、何から悩みを解放されてるのか、可能性が見えてきて嬉しいのか、とても心が、前もなんかちょっとほかほかした感じだったと思うんですけど、今回もまたなんかピンチはチャンスなんだなってことを本当に感じられるんじゃないでしょうか。ちょっとねお仕事のこと見てみますね。上位っていうカードが飛び出してきましたよ。何か感情がね非常に溢れてますね。また出ましたね、お月さん。やはり物事っていうものはお仕事に関して、ソードの4とお月さんとカップの3なんですけど、仕事っていうものに関してはやはり少し不確かなんだと思います。何かが確定していない、なんかもしかしたら12月で確定して次が決まってませんっていう方もいらっしゃるかもしれないし、移動するのは決まってるけどどこに移動するかわからないっていうのもあるかもしれないし、何かこれからどうなるのかな、大丈夫かなっていう気持ちも確かにあるんだと思います。2枚も出てるから。でソードの4とかカップの4とかが出てるっていうのは、やはり何かが一時休止するとか少しストップする感じがあるんですね。だからお仕事に関してはある意味ちょっと休むぐらいの感覚がいいのかもしれません。その中で見えてくる喜びが必ずあるよっていう感じなんですね。これはどっちが先でもいいです。先にちょっと休憩しようかなこの年末はっていうことで休憩してると違う喜びが出てくるかもしれないし、仕事は大変だけどいいやって喜びの方に自分がフォーカスすることによって仕事の仕事の段取りがつくとか、一つ休止できるとかっていうこともあるかもしれませんね。なんか心内側のね動きが大きいですね。はい。そして人間関係も見てみたいと思います。人間関係ね。ソードのキング、マジシャン、タワーということでいいですね。人間関係においてもやはり何かね、ご自身が怖かったこと、この人と向き合うのちょっと怖いんだよなとか、何か正面切ってその人と向き合うとか話し合うとか、そういうのちょっと避けてたことを向き合うチャンスがありますねっていうふうに言われてます。そしてお医者さんの流れに任せているとそれちょっと避けそうな感じがあるんですね。やっぱり向き合いませんとか、自分では向き合っているつもりだけど確信には触れませんとか、なんかそういう流れもあるんですけど、せっかくタワーも出ているので、なんかここは一つ怖いけどぶつかってみるみたいな感じにするととってもいい解放につながる気がします。対策のところでやっぱりカップのキングやソードのキングっていうのが2枚も出ているので、やはりその人との向き合い方っていうものがこの後半で変わる可能性が非常にありますのでね、なんか癒されるとか、その他者その人との関係の中でたくさん愛をもらうとか癒されるとかってそういう感じじゃなくて、怖いけど向き合ってみましょうみたいな感じで言われていて、それによってものすごい安心感やベースが整うよみたいな感じで言われてると思いました。ちょっと恋愛はまた別で見てみますね。どうでしょうか、お医者の皆さん。もし何かしら分かりましたとか良かったよとかちゃんとメッセージ受け取ったよという方、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。後半ね、お医者さんどうなのかな。
キンシップということでこのカードが出ました。どうでしょう。このカードを見て何か感じることがあればね、皆さんの直感でメッセージを受け取ってみてくださいね。今この瞬間だけじゃなくても、このカードを思い出していただいた時にもしかしたら夢の中で何かメッセージを受け取れるかもしれませんのでね、やはりコミュニティとか自分のグループ、仲間ですね、仲間と過ごす時間がとても大事だよということで、やはり人間関係ここたくさん出てきていますので、コートカードもいっぱい出てね、なのでこの後半12月の後半ってやっぱ人と関わる機会が多いんだと思うんですね。でその人との関わりの中でちょっと向き合いにくいことに向き合ってみる、真面目な話をしてみるっていうのもいいし、それによって何かね自分を縛っていたものが外れるよっていうのが今回のメッセージでした。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回ね、次20日にライブをやりますので、よかったらそちらでお会いできると嬉しいです。ということでありがとうございます。いい時間をお過ごしください。失礼します。